ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、もうこんな時間ですね。飯屋も開いてないし、バーでたまには飲んで帰ろうかな。いらっしゃいませ。あら、兄ちゃんじゃないですか。こんな大人なとこで何してんですか。もう陽介じゃねえか。はい。なんか普通にバーテンダーやってみたくてよ。普通に、はい。オリジナルのカクテルとか作れるのかっこいいだろ。だから修行してんだよ。弟子入りしてんだね。そうだよ。じゃあそのオリジナルカクテルでいいかな。それじゃあ飲んで、俺がじゃあどのぐらいか点数をつけようか。合点。はい。ただ俺のカクテルはオリジナリティ高いから、陽介にわかるかな。いやそれは保険かけてじゃないの。まずかった時なわけねえだろうよ。お前うめえカクテル作ってやるからよ、はい、ちょっと待ってろ。はい。あらさあおい波動でじゃああれ息上がってるじゃん。お待たせ、ケンタ特製カクテルです。いや、カクテル作りにしてはうるさかったけど、まあ見た目はそうだね。そうだろ。青っぽくてすごいなんか南国感あるね。いいだろうね。いただきます。まずい。マジか。やっぱりね、掛け声を教えてくれる時が一番生き生きしてるよ。おめえコンクリあんだけくでえのに。いや、多分向いてないんだよね。そうか。掛け声向きです、兄ちゃん。俺の全身全霊かけたカクテルだったんだけどな。残念。まあまたチャレンジするが、じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。あんい。あんい。よかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介、頑張ってな。陽介さん、まもなくです。もう番組始まるんじゃないかお前。これ3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。わかった。疑心暗鬼。スパイエアマサラカ。スパイエアマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカ。スパイエアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカルの陽介とドラムの健太です。この時間から僕の出身地である、福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのマサラカをお送りしていきます。今日当たったんじゃない？母音が全く違います。あんいだったんですけど、はい。疑心暗鬼どうですか？あんいです。あんいだけ合ってる？合ってない？合ってないです。はい、残念です。レゲエパンチです。なるほどね。あ、今のは分かるお題でしたよ。カクテルね。カクテルですから。なるほどね。ということで、なんでお酒の話かというと、なんでしょう。日付変わって今日は酒を愛するで愛酒の日らしい。ほ日付の由来は、う。お酒をこよなく愛した歌人和歌山牧水の誕生日になるほど。ちなんでいるらしいです。これもうお酒は陽介さんは大好きですね。なんかね、でもやっぱ変わるよね。飲まなくなっちゃった。あ、そうなんだ。全然まあなんだろう、一人で飲むのすごい好きだったの、前まで。気になってるお店行ってみようとか、ここ新しくできた行ってみようとかあったけど、マジでどうでもない。なんでそれはわかんない。なんかでもさ、年かな。いやまだ早いよ。今スタッフにいるじゃん。ビール飲んだ時にすごい幸せそうな顔する人。それをさ、前まで超えてたじゃん。そうだね。陽介はもう規制を発するぐらいさ、もう飲んだ後の「へー」みたいなさ。今ないよね最近。そういえばああうまいぐらいだよね。なくなっちゃった。飽きちゃったんだろうね。飽きるほど飲んでないでしょ言うても。いやまあそうだけど、あとね、前はさ、すごい楽しそうに酔えてたじゃん。はい、そうだね。キャッキャして酔えてたよね。なんかね、もう最近は、酔っ払わないか、死ぬかの二択ない。
ああ中間がないやつね。そう0か100かみたいになっちゃってだからあーもそうれは確かに酔っ払わないうんようにしてるし、うんその状態で飲むからうんまあ大体飲む時何人からしかもう最近は飲まないけど、酔わないようにするからずっとやっぱ気張ってんだよね。確かにそだからねうだね。酔わない。ああまあ気持ちっていうしねお酒ってそうね。酔わなくなる確かにねそれはあるかもしれないね。どうでもいいね。まあまあいいことっちゃいいこと。俺最近それこそ人間ドックがありましてああはいはいはい、はいオール A だったんですけどガンマ GTP と言われるチャット GPT 違いますなんですかそれ。要はアルコールの肝臓のうん数値があるんですよ。はいこれがまあ高くなってくると脂肪肝になったりだとか、うんあといろんななんかこうね、まあ、生活習慣病になったりとかもうなんかいろんなもう悪いことばっかあるんですよ。うんうんでこれ一般的に50以下男性が50以下で女性が30以下目安ってされてるらしいんですけどこれ高い人だと何百とかはいはいいっちゃったりそういう人はまあねお酒気をつけてくださいとか言われるんじゃですけど、あ数字が低い方がいいんだ。そううん僕いくつだったと思いますこれ基準が男性が50 50。ああでもあれなんじゃない？そのまあ普段飲まないから飲まないですね僕はでまあ大体の人ってまあ飲むイメージだから、それでまあ50とかでしょ、うん30とかじゃない？ 18ですひっくっ子供よりないんじゃない？ないかもしれないまあでもねお酒はほどほどに本当に、そうですね楽しむのがいいと思いはいます。で、スナックさんからもメッセージいただいております、はいラジオネーム黒猫さん、ありがとうございます。健太さんやすけさんこんばんは。こんばんは。いきなりなんですが、うん去年の JLT のライブ音源はサブスク解禁はされないのでしょうか？おクレーム来ましたよ。もちろん DVD と CD は、持ってるんですが、うんむやみやたらに外に出して傷がついちゃったらなとか考えてしまって、家でしか出さないようにしています、でもやっぱり通勤中、車で聴きないなとかと思っちゃうわけで、うんサブスクで聴けたら最高なのになと思ってる毎日です、はい去年の JLT では洋介に歌ってほしいなと思ってた曲が聴いて胸熱だったり瀬戸りも激アツだったので爆音でテンションを上げたいです、うん何か事情があるなら全然スルーしてくださいそれかどこかのサブスクで配信してたらごめんなさい、まだしてないよね、してないです。今年の JLT2 日とも当たったので、楽しみです、まだまだ暑いので体に気をつけて日々を仕事頑張ってください。クレームですね。クレームです。まあでももうちょっとしたら、そうだね、あるかもしれない。私らは配信しないとは聞いてないからね。聞いてないです。はいした方がいいとも言ってるしね。後々あるでしょう。あるでしょう。これはね、まあ近いうちにありますよ。で多分 JLT を超えて出すようなことは多分ないんじゃない？ないです。はい。多分あると思います。はい。いろんなねことを推測しながらちょっと待っててください。はい。もう一件来ておりますはい。ラジオネームももさん。はい。こんばんは。初めてスパイアさんのライブを聞いたのは先月のナンバーショットです。おお。とても感動しました。完全に私の影響なのですが、小学校2年生と5歳の娘たちまでスパイアさんにはまり込んでしまっていま嬉す、しいですね。日常会話の中にめちゃくちゃ名前が出てきます、幼稚園で水族館に行った際にイルカのショーでチェイス・ザ・シャインがかかったみたいで、帰ってきて「ママ陽介の歌イルカのショーでかかったんよ」と嬉しそうに話してくれました。あらあら。はい、一緒にライブに、行きたいみたいで、ファンが歌うところなどを YouTube で真似したり、しっかり手の動きもつけて2人で勉強してるみたいです、可愛らしい。歌を覚えたらインスタに上げると今時の子だなと思いながらも母も負けてられないと思う毎日です、またナンバーショットに来てください、家族で応援していますということです、嬉しい。じゃあもう出会ったばっかですね。じゃあそうっすね。しかもなんかイルカショーとかで使ってもらえてるのは嬉しいですね。ね。さすがにまだ多分言えないんじゃない？ママイルカのショーでチェイス・ザ・シャインがかかってたよって。それ言ってたらなかなかですね高度ですね。なかなかすごいですよ。でも嬉しいでね。ぜひぜひねみんなで家族で来てもらいたいなと思いますね。ナンバーショットもまた出れたらいいなと思うんですが、そうですね。多分ということはまあ福岡の方そうでしょうね。福岡でのライブもね来てください。はい、よろしくお願いします。ワイルドバンチ近いじゃん福岡から。てか明日か。あ、明日か。収録放送日の次の日だね。もし時間があれたらね、来てみてください。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@FM福岡.jp
basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでチェイス・ザ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。إنه يتعلق بصديق لي。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょうなんてことは言いません。友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。の前にまず、はい、こちら今日は何語だったでしょう。どこだ。もう一回聞く？はい、お願いします。إنه يتعلق بصديق لي。いやちょっとね、なんかね、アジアなんか中国でもないんだよな。そう、中国ではない。ヒンドゥ。惜しい。違うか。アラビア語でした。アラビアか。じゃあ結構二択だったんだよ。そっちか。そうでも字面が分かんない方だと思う。そうそっち。そっちか。はい。ということで友達の話です。はい。ラジオネームレアステーキさん。ありがとうございます。友達の話なんですけど、僕の友達は35歳で自営業です。自営業なので服装はある程度自由。それもあって友達はいつも半パンを履いてます。そして彼が半パンを履いているのは知人間ではトレードマーク的な認識です。そんな彼の通勤手段は自転車。落ち着いた大人なのでちゃんとした運転をしてるんですが、先日ちょっとした段差が原因でこけてしまったそうなんです。ありますね。その結果大した怪我ではなかったんですが、膝をすりむいちゃいました。大した怪我ではなくてよかったんですが、膝をすりむいてるのが大人なのに小学生みたいじゃねと自分の中で思っちゃって、恥ずかしくなって、すり傷を隠すために翌日から長ズボンを履いて出勤。半パンがトレードマークの彼がそんなことをするもんだから同僚からはどうしたのの嵐。心配がめんどくさくなった友達は、いや膝をすりむいちゃってと恥ずかしげな告白すると、同僚は小学生みたいやなと大爆笑。だから言いたくなかったのにと友達が言ってました。いるよね、こういうのね。俺もさ、割とこうなんていうの、常日頃半パンタンクトップなのよ。まあドラマーだからね。そうだから結構さ、めっちゃわかるわけこの感じ。で俺犬の散歩もしてるから、近所の人から金髪半パンタンクトップが犬の散歩朝からずっとしてるって思われてるんだけど、多分このね膝ってね、みんなが思ってる以上にはずいのよ。そうなのこれ。あ、本当。そうだから俺はね、膝怪我した時に大きめのさ、あれなんだっけ、絆創膏じゃなくて傷パワーパッド、あれってなんかさ肌色じゃんちょっと、だから気づかれないかなと思うんだけど、あれもあれで結構目立つわけ。いや、傷パワーパッド貼ってる方が小学生っぽい。嘘？マジ？あ、怪我しちゃったね。でもさ、膝の怪我って大体大きいじゃん。まあつき方がさ、そうだね。大体派手だから面積、そうだね、ちょっと当たるとかじゃなくていっちゃうから、ズリっていくから、無理なのよ。バンドエイドとかだとまあ大きいのじゃないとね。そうでそれだからちっちゃい子が、そういう怪我をよくするから、そういう絆創膏があるんですよ。そういうことですよね。はいすごい、だからね、レアステーキさんの、ね、気持ちはめっちゃ俺よく分かった。俺もねそれで長ズボンを履いたりするからね、やっぱりはずいなこれみたいな。いや確かにあるあるです。でもさ、最近さ短い半パンをさ、履いてる、スタッフがいたじゃない、海外にいつも行く。ああ、はい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 、いましたね。あれぐらい短いとさ、やっぱちょっとこう変態味を感じる。まあまあそうだね。だから紙一重なんだろうね。変態と子供との半パンの、もものどこかどの部分出すかみたいな。いやでもだそう考えると半パンって半パンと短パンは違うの？そう、短パンはもっと上じゃん。短いパンツだから。短パンって言うんだ。半パンは多分ハーフパンツみたいな。そういうことか。でも膝上だと思う。でバスパンとかになると膝が隠れたりとか膝にかかるぐらいになるじゃん。そっからもうさ、長いのはもう七分丈とかさになってくるからあれなんだけど、半パンだから多分膝上ぐらいだと思う。だからバスパン的なことだと思うんだけど。だからまあちょっと膝小僧こんにちはしてて、でそこをすりむいちゃって。いやもうね、どっちにしても恥ずかしいんだよなこれな。なるほどね。もうねこれはね、傷をつけないように頑張るしかない。
半パンとうん傷がその相互作用で子供っぽく見えちゃってるっていうことだよね。いやでもね俺思うんだけど膝を怪我してたら子供っぽい。うんもうね半パンっていうの自体が、なんていうのちゃんとしてない感じ、あ、だから半パンンって子供が履くものだよねみたいなものがちょっとあるんだと思う。はい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 。でどんだけおしゃれなイケオジがうん半パンとか短いパンツ履いててもさ、うんなんかちょっとさんってなるじゃん。なんか長ズボンを履いてる、いや白の長ズボンを履いてるイケオジ、はい。白のシャツと、うん白のシャツじゃなくていいや、シャツと白の、真っ白だね。普通にパンツを履いてるね人ね、黒の、はい、スラックスなりなんなり履いてる人で、シャツとうん短めのうん。パンツ履いてる人チャラいね。でそうじゃなるじゃんやっぱちょっと。だかうん。らそういうイメージが多分子供だと別にチャラいとかないじゃん。まあまあまあ。なんかもう、そうね可愛いなっていうのと元気そうだなみたいな。うでもまあ25ぐらい超えてからさ、んうん。元気そうだないらないじゃん。なんかいやまあいやでも俺はこの間見かけたうん方はうんめちゃくちゃ白のシャツにうん短パン履いてうんてタイトめのねうんサンダルでうんマジでかっこよかったよ。もうでもそれさ一握りじゃん。だからワンピースみたいなことじゃんもう。そうその人の顔よく見たらね、うん千原ジュニアさんだっためっちゃかっこいい人いんなと思って見たらそっかあれ千原ジュニアじゃねってじゃあジュニアさんいやかっこいいそうで、うんサングティアラスかけてねドップのサングラスして、もうだからなんかどうなんだろうなそれは。だからそういうことでしょ。うん人に、まあね人に依存するよねやっぱりね。なるほどうんなるほど。でもまあこうさそうだね友達間の中でトレードマークになってるってことは似合ってるってことだから、似合ってるうんいいこといいと思います、ねはい。だから怪我だけには気をつけてください。はいはい、続いていきましょう。ラジオネームよしみさん、はいこんばんは。友達の話なんですけど、はい長男くんが4歳ぐらいの時、夕方お風呂に入ろうと脱衣所で2人とも服を脱ぎ、浴室のドアを開けた時ちょうどドアと壁の、間に挟まっていた、G が体にポタンと落ちてきました。G が大嫌いな彼女は、プチパニック&素肌に着地したやつを許せず、息子に殺虫剤を持ってきてもらい、死ねーと言いながらスプレーを吹きかけていたんですが、お母さんのその形相があまりにも怖かったらしく、母ちゃん怖い母ちゃん怖いと叫んでいたそうです。夕方歩道を歩いていてとある家から死ねー母ちゃん怖い母ちゃん怖いって聞こえてきたら、それはもう事件ですよね。後で冷静になった時通報されなくてよかったって言ってました。まあでもしょうがないよね。俺も嫌だわ素肌に G は。いやそれは嫌だ。いやそうだけどね。もう鬼の形相だったんだろうね。うんこれは多分大人になってからも言われると思います。そうねあの時の母は怖かったよって。ねうん殺虫剤俺持ってないんだけどさ、いや本当いる殺しちゃうの？いや殺しちゃうっていうか、俺はアリうん俺住んでる家が全部1階なの、は1階しか選んでないの俺って基い。うん本、で特例として7階に住んだことあるんだけど、1階なわけやっぱり。うんなんでかっていうと足音うるさいの俺で、ずっと1階で育ってきてるから足音に配慮するとかっていう、上に住んじゃうと下の人の迷惑になっちゃうと。そうはい。でそれが配慮できないから、うんそれがもう息苦しくて、もうああはいはい1階しか住まないんだけど、うん1階ってうん虫多いわけやっぱ。まあそうだね。そう地面と一番近いから。で一番アリあいつららほんとどこからともなく急に行列作ったりするわけ家の中に。そうマジ？さすがにそれはあんなにこうほらあっち行ってってできないじゃんそんな行列作ってるアリにさうんうんあっちだよとかできないかうんうんら、さすがにこう殺虫剤マークかな、うん俺は。だから持ってるで俺は。あれね。アリさんはすごいよ。その時は「死だ!」ってやってる。ごめんね俺が悪いんだよねこれはなっていや君たちがなそっちの方がなんか怖いよ。なんでごめんね。違う違う違うそんななんかあれよサイコパス的なやつじゃない本当にごめんねって思いながらやりましたよ、はい、気をつけてください。気をつけてください、はいということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください、僕たちはあんたの話でしょなんて答え言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください、友達から聞いた話お待ちしております、それでは今日はラジオネームよしみさんの友達の話からこちらを選曲しました。あいみょんであなた解剖純愛か死ね
パエヤのバサラカ。お送りした曲はあいみょんであなた解剖純愛か死ねでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もお悩み届いております、はい、ラジオネームりょんさん。りょん、ありがとうございます。私の悩みは、うん人からご飯や遊びに誘われないことです、うん私から誘うと予定が合えば大体の人が会ってくれるのですが、誘われることが全くありません、うん、お盆休みも9連休でしたが誰とも会わず終わってしまいました、うん、お盆休みにやったことといえばサブスクで見たかったアニメを一気見したり、普段はリアタイしづらい深夜ラジオをリアタイしたことくらいです、うん、今28歳ですが、アラサーってみんなこんなものですが、うん、どうしたら誘われる側の人間になりますか？どうですか？俺も全然誘われない。でもさ、なんだろう、もう飲みに出てるかどうかじゃないの？そう、これはこいつはうんフッカルだってうんいうイメージがないと、そうだね、基本的に、うん誘われないよね。ないね、うん、そうだから飲み会によく顔出してる、あいついるよね、あじゃあ、うんあいつ来そうなら呼んでみよう、みたいなノリじゃん多分そうそうそう誘う側って、うんだからなんかそれはりょんさんの人間性とかの、とかの話じゃないと思うんだよね、だから誰でもできるっちゃできるんだよ、この誘われる側になるのって、ただただそのいろんなの飲み会やら食事会に顔を出して、あいつっていつでもいるよねっていう、こう印象をみんなに植え付けるだけでできるから、ただ俺が思うのはそれでいいのって思うこともある。そのフッカルなやつって要は悪い意味で言えば安いのよ。確かにレアじゃない。そうレアじゃない、でこの人と飲みに行きたいとかご飯に行きたいって思うような意味でリョンさんが言ってるんだったら、これもまた多分飲みじゃなくて多分お話、普通のシラフの状態で話をするっていうことだと思うんだよね、で自分は何をやっててどういうことを思っててっていうのを、さらけ出す、で話す人は誘われやすいと思う、あいつとご飯行ってみたいなとか、確かにかなとは思うけどね。誘われたいのかな。まあ誘われたいんじゃないかな。まあどうしたら誘われる側の人間になりますか、だからもうそれはでもさ、どっちでもよくねって思っちゃう。だってさ、誘われたらさ、まあ人から求められてるって思えるけど、それって結局なんていうの、人から時間を、言い方はめちゃくちゃ悪いけど奪われるみたいなもんじゃん、そうね。じゃなくてさ、まあ難しいな。でもさ、結局りょんさんはりょんさんの遊びたいタイミングで遊べんだったら、一番よくない？まあだから誘う側になるのが一番いいよね。そう、それは。で別にさ、誘うと大体の人会ってくれるんだったら、それでいいじゃん、いいんじゃないって俺も思うんだよな。別に誘われなくてもいいんじゃないかなと思う。誘われるのって俺はさ、俺が一個多分もう誘われなくなったなって思う理由が、まあずっと断ってたのね。まあそれはね、そうなる、絶対そうなる。断ることが多くて、断り続けてたら、僕誘われなくなる。そういや、そうなるよ。そうで、断るのもさ、カロリーいるわけじゃん。カロリーいるね。ごめんねっつってね、ごめんねって、言えない事情とかだったら、なんて言ったらいいかなみたいな、考えなきゃいけない、でもなんかそれをしなくていいんだ。誘われる側も誘われる側でめんどくさいこといっぱいあるから、あるね。だからね、誘われる人間にならなくていい。わかんない。まあだ俺が思うのも、まあそちら側の意見じゃそちら側の意見で、タイミングっぽいことってあるんだよね、やっぱ。ある。その急激に仲良くなる人って、なんかわかんないけど、そうだよね、なんかのタイミングでよくいるねみたいな、っていう人は多分その誘われるし誘うし、になるんだけど、こういうなんか人から誘われないタイミングとかって多分誰ともそう仲良くなれない時期というか、ならなくていい時期、自分のこと集中しなよっていうような時期だったりとかすると思うから、まあ無理しなくてもいいと思うけどね。だし、なんかやっぱこういうさ、まあ音楽とか、それこそアーティスト業みたいなことやってると、忙しくなくても忙しいって思われちゃうしね。
そうそれはあるね、忙しいでしょみたいなね。そうだからそういうのもあって、誘われないんだよ。そうだね。で本当に忙しくなった時に誘ってきたりするのさ、いやだから違うの今じゃないのよっていう。だから一回だからさ、だから俺とかもこの人と飲み行ってみたいなとかさ、あったらさ自分から誘うの、でそのタイミングで、よく言われるのはいや誘いたかったけど、忙しいかなと思って、みたいなっていうあれだから向こうも、だから多分こっち側が誘ってあげるのがいいじゃん。そうだね、基本はね。そうでも忙しい時にそういう一回ワンクッション合ってると、誘ってくるんだよね多分。そうだから多分りょんさん一切無理しなくてそんな。そうだから別にそのお盆休みにさ、何もしなかったからなんかこれでいいのかなみたいなねって思っちゃうかもしんないけど、別にさよくねって思う。365日のうちの9日ですからね、たかが。でその9日が、9日に休みが重なっただけだから、いいじゃん、ね、その9日休んだらもう365だから350、ちょっとめんどくせえや、6日働きましょう。じゃあとは。いやそれ働きすぎそしたらなんかどっかで誘われるよきっとね。多分ねもうみんな予定組んでんのよ。組んでんね。それはある。だから、たまたま誰とも会わなかっただけ。そうで、もし遊びたいなら誘う、自分から、誘って遊べばいい。それでいいと思います。目的が変わっちゃダメだからね。それでいいと思います。もう一件あります。行ってみましょう。ラジオネーム匿名希望さんです。陽介さん、健太さん、こんばんは。私は家にいてもギリギリまで大の方を我慢する癖があるのですが、このままではいつか漏らすんじゃないかとヒヤヒヤします。ギリギリを責める性格を直すにはどうしたらいいでしょうか。どうですか。わかる気持ちは。そういう派、そういうタイプ。一気にぶっ放したい。そういうタイプね。だってさ、なんでそんななったかっていうと、多少の便意で行くと、出し切ってない感がある。残便感ね。そう、でもいやもう踏ん張るのきついしなと思って、で出て、で2、30分後にまた来て、でちょっとだけするわけ、やったらもう、我慢してもうこれ以上はもう溢れちゃうな、タイミングでトイレ行く。それでも痔になるよ。痔になるって言われてるよね。なりやすい。やっぱり圧がかかる、負荷がかかる。あれでも直腸ギリギリとかじゃないよ。お腹の中で。でも逆にさ、直腸ギリギリまでいったらかかんないんじゃない？だってキュッて力抜いたらさ、ビョーンと出ちゃう。それはもう出るじゃん。それはもう出ちゃうね。そうか、漏れる寸前だね、それは。確かに。だからそこまで攻めてんのかな、わかんない、この人は。でもヒヤヒヤしてるってことは結構なところまで攻めてるよね。きっと。もうおむつしたらいいんじゃない？家にいたら漏らしてもいいように。そんなに。違う直したいんだって。ギリギリを攻める性格。で水いっぱい飲めばいいんじゃないって思う。俺だから本当に便秘とかなったことなくて、1日6から7回行くわけ。午前中だけで2回とか3回するから、1回の量は普通。多分みんなが思ってる量より 5,6 倍多いと思う。やばいね。でもいいことじゃん。そうでもそんだけ大をするとそれはそれで切れるよ。痛いお尻だから。俺はエブリデイお尻痛い。もうお尻の話したら尻起動しちゃった。本当だごめん尻起動しちゃった。じゃああれだね、お水いっぱい飲もう。お水いっぱい飲んでください。そう飲んで、便意が来たら行くようにしよう。はい、それだけだ。尻が起動しちゃうから、ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、キーワードを送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでブリングザビートバックです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、はい、シリが持ってったね。AI に持ってかれるか、
この野郎。ラジオは AI に持っていかれないようにしないとね。本当ね、そうしましょう。頑張りましょう。はい、ということで何点かお知らせものです、現在フェイトグランドオーダー10thアニバーサリームービーテーマソングにもなっている、神山陽君とのコラボ楽曲素晴らしい世界が配信中です、そしてボートレース2025新 CM ソングの新曲 Chase the Shine も配信中となってますので、皆さんぜひ聴いてみてください。そして今年も Just Like This 2025開催決定しております、日程は9月27日土曜28日日曜の、2days です、会場は山梨県河内湖ステラシアターです、今流れてるね Bring the Beat Back も会場限定シングルとして発売されるみたいなので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka FM 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパヤのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストをお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんおすすめしてください、ということでこの時間のお相手はスパヤボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。